副砲の弾幕がすごいなぁ。皆さんごきげんよう。お、また戦艦に乗っていくんだな。今回使う戦艦は個性的で楽しい艦艇になってる。それでなんという名前の艦艇なのかしら？今回使っていく艦艇はティア7アメリカ戦艦ウェストバージニア1944年モデル。そういえばウェストバージニアって戦艦他にもなかったか？ティア6にウェストバージニア1941年の戦艦が実装されてる。なるほど、今回の艦艇はウェストバージニアの強化版ってことね。それでどう強化されてるのかしら？この画像を見てくれ。まず対空能力が超強化されてる。うわーなんだこれ、艦上に対空砲がびっしり搭載されてる。ウェストバージニア1944年は大改装を受けたことで大量の対空砲が搭載されてるよ。航空機に対する憎悪と殺意を感じるわね。そりゃ航空機に奇襲されて撃沈されれば憎悪と殺意くらいはきますわ。ところで話が変わるんだが戦闘の方はどうなっているんだ？現在は A 拠点に向かって移動してる。敵が見え始めたけど射程外だからまだ移動に時間がかかりそうだよ。そっか、この時代のアメリカ戦艦は鈍速だったわね。それで速度旗はつけてるのかしら？一応つけてるけど元の速力が遅いから効果は微妙かな。でもないよりかは結構マシだと思うが。さて、移動中の今のうちにこの艦艇の性能をざっくり話すよ。ウェストバージニアは副砲が強力な艦艇になってる。副砲の散布回と装填速度が優遇されてるから非常に強力な副砲になってるかな。つまり副砲特化向きの艦艇ってことね。そういうことになるよ。次は知っての通り対空能力が高いのが特徴。対空砲を大量に搭載してるだけあってティア7戦艦の中ではトップレベルの対空能力だな。そして、この高対空をさらに強化する対空防御砲火も搭載してる。航空機を絶対に生きて帰らせない意志を感じるわね。ウェストバージニアの強みは分かったけど弱点はあるのか？ウェストバージニアの弱点は速力が21ノットしかないところ。鈍速なのはこの時代のアメリカ戦艦の宿命ね。それじゃ性能の話はここまでにして戦闘に戻るよ。今は潜水艦がいたから爆雷機を飛ばしてる。そういえば爆雷機の射程外に潜水艦がいた気がするが、だから潜水艦の進行方向にお祈りでばらまいてる。そのお祈り虚しく当たらない気がするんだぜ。ちなみに爆雷機を飛ばしてる最中に味方が敵の巡洋艦を撃沈したわよ。あと敵のほとんどが C 拠点に集まってる。こちらの A 拠点に向かってきてる敵は少ないと思う。敵が少ない方が突撃しやすいから好都合。さてと、A 拠点の敵に遭遇するまで移動する。A 拠点に接近したところで敵戦艦を発見。あの戦艦側面を向けてるんだぜ。ワンチャンバイタルを狙えそうか？さすがに距離があるから厳しいかもしれん。よく狙って。飛行発射。ところでこの戦艦の飛行性能はどうなってるの？搭載している飛行はコロラドと同じだけど飛行精度と貫通力が弱体化されてる。だから、格上相手かつ遠距離だと非貫通や長弾が多くなる。弾がばらけたのもあるが格上相手にダメージがいまいち通らなかったな。そして、敵戦艦に味方巡洋艦が破壊機されたわよ。でも味方の数的にこちらが有利。敵潜水艦の場所がわかここで敵の潜水艦を発見。ここで浮上したのが運の月。爆雷機で爆雷の雨を降らせてやる。この距離なら敵の潜水艦も逃げられまい。なんだか敵の潜水艦がかわいそうね。潜水艦は倒せるうちに倒さないと後から苦労するのは自分たち。それもそうだな。さてとちょうどいい場所に敵巡洋艦がいるから接近戦を仕掛ける。副砲の指定もしておく。敵の潜水艦に爆雷が命中。そして敵の潜水艦を撃沈。これで我々の障害は取り除かれた。思う存分突撃をすることができる。さあ、突撃を楽しもう。まあまあ落ち着け落ち着け。敵の巡洋艦を狙える位置まで移動してきた。からの飛行発射。敵戦艦からの砲撃で結構持ってかれたな。普通に油断してた。それよりもさっき撃った飛行長弾しててダメージないわよ。多分狙う場所が悪かったかもしれん。もう少し敵巡洋艦に接近したいところだが、前方に敵戦艦がいるから迂闊に接近するとこっちがバイタルを抜かれるぞ。艦首の走行は26ミリだから敵戦艦の砲弾は強制貫通するわよ。よしよし、敵巡洋艦に接近したから副砲の弾幕を浴びせる。あと少しで飛行の装填が終わりそうね。飛行発射。副砲で火災を発生させた。飛砲のダメージはいまいちか。こうなったら副砲で削るしかないわね。ちなみに副砲指定のおかげで時間経過とともに副砲の精度が上がるわよ。それなら敵巡洋艦にもっと接近して副砲が当たりやすくするよ。だが敵巡洋艦ゆっくり後退してるみたいだぞ。この鈍速戦艦じゃこれ以上の接近は厳しい。もう副砲にかけるしかない。いや飛行でも頑張って削ろうとしなさいよ。それよりもこの副砲リボンの量産速度を見てくれ。なんじゃこりゃ、ものすごい速さで副砲リボンが増えていってる。敵巡洋艦からしたら溜まったものじゃないわね。やっぱり弾幕こそパワーだ。どんどん副砲を浴びせていく。敵巡洋艦の HP を副砲だけで半分は削ってそうだな。それと敵巡洋艦が瀕死になってる。これだけの副砲を浴びせれば一瞬で瀕死にもなるさ。副砲特化のウェストバージニアに遭遇したのが運の月ね。
両王子的巡洋艦を副砲で撃沈。実績の接近戦エキスパートも獲得。次は敵戦艦を狙う。てか敵巡洋艦を攻撃してた間にあの敵戦艦いつの間にか瀕死になってるんだが。多分味方から集中攻撃を受けてたんでしょうね。地砲発射。敵戦艦は側面を向けてるし確実に倒せそうだな。敵戦艦を撃沈。もう A 拠点付近の敵はいなくなっちまったぞ。マップを見る限り C 拠点に移動するしかなさそう。この鈍速戦艦じゃ移動が大変そう。でもまだ諦める時ではない。多分 C 拠点の敵が B 拠点を目指してくるはずだから、ちょっと移動すれば敵と遭遇するはず。なら味方に置いていかれる前に移動を始めたいところだな。A 拠点の占領も終わりそうだし移動していく。さて、B 拠点付近まで移動してきた。さっきお前の言った通り敵が B 拠点付近に集まってきてるな。それでここからどうするの？まずはこっちに向かってきてる敵戦艦を攻撃する。相手は格上戦艦だな。敵が正面を向いているから AP だと厳しそうよ。わかってるけどダメ元で攻撃してる。結果が散々なら素直に HE を装填する。相手はノーダメージだったとさ。もう AP は終わりだよこの戦艦。いや勝手に終わらせないでもろて。もう素直に AT を装填しておきなさいよ。はいそうします。てか B 拠点に駆逐艦がいるから無鉄砲に突撃すると魚雷の餌食になるぞ。それはわかってる。だから島を盾にしつつ駆逐艦を処理するつもり。敵戦艦からの AP をもろに食らったわね。HP に余裕はあるけどずっと攻撃を受けるのはまずい。装填が終わったから敵戦艦に HE を叩き込む。目の前の島影から敵駆逐艦が出てこようとしてるわよ。駆逐艦はとりあえず副砲で攻撃していく。それでさっき撃った HE の方は散々な結果に終わったな。あれは手元が狂ったから仕方ない。ひでえ言い訳だな。駆逐艦に後部飛行の HE を叩き込む。あの駆逐艦煙幕に隠れちゃったわね。島影に隠れて籠城するつもりなのかしら？今撃った HE は命中したな。そして、敵駆逐艦が煙幕から飛び出してきた。今が絶好の攻撃チャンスなんだけど。残念ながら島に遮られちゃったわね。仕方ない。前方の敵戦艦を攻撃しつつ島の裏側に回り込む。この鈍速戦艦じゃ時間がかかりそう。あの戦艦側面を向けてるのに AP を装填してなかったな。バイタルチャンスは逃したけど弾の切り替えに時間がかかるからこのまま HE を撃っていく。話している間に敵の航空機から攻撃を受けたわよ。航空機に気づくのが遅れて対空セクターと対空防御砲火の起動が遅れた。対応が遅れたとはいえ全ての航空機を撃墜してるからさすがの対空能力ね。そして今は目の前の戦艦と白熱な副砲バトルを繰り広げてる。味方の戦艦が副砲バトルの相手を撃沈したぞ。敵駆逐艦は狙えないし暇になるな。そんな敵駆逐艦も沈められちゃったわよ。副砲バトルをできそうな相手がいなくなった。遠距離を移動してる敵戦艦を狙う。地砲発射。相手は格上戦艦だけど大丈夫なのか？今は HE を使ってるから大丈夫だよ。火災が発生してくれれば。でも艦長スキルで HE の貫通力を上げたことで火災発生率が半減してなかったっけ？火災発生率は半減してるけど、運よく着火してくれたみたいだな。相手が火災を消せなければダメージを稼げる。そんな願いも虚しく火災を消されちゃったわよ。敵戦艦を発見したから再度狙ってみる。地砲発射。また敵戦艦に火災を発生させれば今度はすぐに消せないだろう。火災発生どころか撃沈を獲得しました。ものすごい予想外な結果になったわね。予想外すぎて開いた口が閉まりません。それで残るは敵空母だけになったな。マップを見る限り敵空母は一度も発見されてない。あら本当珍しいわね。敵の航空機が来た方向からして C 拠点の島影に隠れてる可能性が高い。敵空母も攻撃したいところだが、この戦艦の速力じゃ島影に回り込むのは不可能ね。それよりも敵空母の爆撃機が向かってきてるぞ。遠距離から爆弾投下できる反響爆撃機だとウェストバージニアの対空でも攻撃を防ぐのは無理そうね。無理でも対空防御砲火を使って抵抗してみせるさ。側面を取られないように点打する。うまいこと爆発を回避されてる。中距離対空に入ってくれればボロボロ落とせそうね。爆弾投下されちまったな。被弾が少なく済むことを祈る。一発しか当たらなかったみたいね。そして敵の爆撃機は生還できずに全滅。ウェストバージニアに接近した航空機は生きては帰れぬぞ。まさに海上の対空要塞だな。敵の空母を発見したけど思いっきり島影に隠れられてる。こりゃ移動するにも間に合わないし諦めるしかないな。でも敵空母が島影から出てきてくれる可能性も。むしろあの空母交代して島影に隠れてる。じゃあもうおとなしく諦めような。はいこの後は空母に逃げられて無事に試合が終わりましたとさ。いや倒せなかったんかい。待ってくれこれには訳があるんだ。敵空母に島のよし言い訳は後で存分に聞いてやるぞ。戦闘の結果はこんな感じ。チーム内順位は1位。実績は接近戦エキスパートを獲得。ダメージの割にスコアは高いんだな。まあ拠点の占領も頑張ったからね。ただ鈍速戦艦ゆえに各拠点にいる時間が長かっただけ定期。ウェストバージニアの方は満足に副砲バトルを繰り広げることができたと思う。副砲リボンも結構量産してたしな。やっぱり、
副砲特化は最高なんだぜ。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録と高評価をよろしく頼む。ゲームのリンクは概要欄に載せてるよ。それじゃあバイバイ。